それでは行列の固有値について説明していきたいと思います。固有値は線形代数学において重要なトピックの一つになります。まず行列ですが、行列は数値を縦と横に配列したものであり、右側の例では値が3行、3列の形で並んでいることがわかります。行の数を m、列の数を n とするならば、m×n の行列というふうに呼びます。固有値の定義式ですが、先ほどの行列 A を用いて a×x イコールラムダ x という形で表されるような縦長のベクトル x とスカラー量ラムダが存在するときに、この値のことを固有値というふうに呼びます。この時 x を固有ベクトルというふうに言います。先ほどの 3×3 の A 行列に対しての固有ベクトルは要素を3つ持ったベクトルとなっています。ここで固有値がどのように使われるかという話について説明します。通常 n×n の行列の場合、値の数は n の2乗存在することになります。で、それに対して固有値の数は n 個しかありません。そのようなことから行列が持つ重要な特徴量を少ないパラメータの数に落とし込むといったことができています。そしてこの応用先は数学分野だけでなく、統計学や制御、物理など様々な分野にわたります。例えば制御では、システムの安定性が固有値によって特徴づけられ、固有値の実部が全て負であるならばシステムが安定となる、すなわちシステムの状態量が収束するといったことで特徴づけられます。次に固有値の特徴について説明します。まず、固有値は n×n の行列に対して存在します。すなわち行の数と列の数が同じとなるような行列に対して存在します。そしてこの n×n の行列の固有値の数というのは n 個となります。ただし場合によっては重複することもあり得ます。またこの行列の中の値が全て実数であったとしても固有値が複素数の場合があり得ます。ここでは固有値の例を説明します。まずは行列が次の対角行列で与えられる場合、その固有値は対角に並んでいる要素と一致しています。この行列の場合には1、2、3が固有値となります。次に上三角行列のケースです。この時この A 行列における対角要素の値がそのまま固有値となります。最後に A 行列がこのように与えられる場合、この時固有値は1と2プラスマイナス i というふうに複素固有値となっています。工学分野では固有値の計算に数値シミュレーターを使います。例えばマトラボのようなプログラミング言語を使うことによってかなり次数の大きな行列に対しても固有値の計算が簡単にできます。ここでは固有値の計算方法について説明している動画を上げています。これらの動画の URL は概要欄に貼っておきます。最後に行列が正方行列でない場合について説明します。そのような場合は固有値ではなく少し似た演算の仕方で求まる特異値というのを特徴量にすることがあります。以上で本動画を終わりたいと思います。